はい、それでは監視とログの話を始めたいと思います。監視の話はですね、2回に分かれてまして、これはその1となります。今日のアジェンダですけれども、まず前提となる、システムの背景の話、それからそれにまつわる SRE についてのお話を、した後、監視全般の話ですとか、その後、今や避けて通れない過観測の話を、やろうと思ってます。で、本日のゴールですけれども、こんな感じで、監視とかに悩まずに済むようになればいいなというふうな形で、この話を進めていきたいと思います。ですね、話の内容がちょっと多いんですけれども、時間は限られてますので、すごくざっくりした話だけ進めたいと思います。流れをつかんでもらうことが目的ですが、興味が分かれましたら、改め資料ですとか、このセッションのブログ記事などを読んでいただきますと幸いです。リンクはこの説明のところに貼ってあります。で、自己紹介ですとか宣伝はちょっと置いときますと、そのまま本題に入ります。まず前提となるところですね。SRE についてお話しする前に、まずその背景からお話しします。今のソフトウェア開発の場面ではこの2つを外して考えることがなかなかできません。一つはシステムそのものの変化、もう一つはそれを扱う開発環境、運用環境、そしてビジネス環境の変化についてです。システムの変化というのは目立つところではこのようなものがあります。モノリシックなシステムからの脱却で、扱うリソースが爆発的に増えています。さらに、計算機能力が向上したので、大量のデータを扱うことができるようになりまして、そして、ですね、さらにそれを上回るようなデータが生み出されるというふうなことにもなってまいりました。これらは鶏と卵の関係ではあるんですけれども、従来ハードウェアであったものがソフトウェアに置き換わって、さらに柔軟で変化の早いものということになっております。これらを扱っていくためにですね、より早いサイクルの開発や運用が求められてきました。そしてそれもビジネスにおいてもそれは同様で、より早い変化が求められるようになっております。それによって従来はウォーターフォールモデルというふうな形で、システムの開発が進んでいたんですけれども、これがDevOps の方に移行が進んでまして、その DevOps の先に SRE という概念があるというふうな形で捉えていただければいいのかなと思います。つまりまとめますと、こんな感じですね。ちょっと前から考えますと、割と無茶な状況が求められている世の中かなと思います。で、この無茶な状況を何とかするのが SRE だというふうに捉えていただければ分かりやすいのではないかなと思います。で、この SRE の話をこれからします。キーワードはこの半々ですね。で、監視の話のはずなのになんで SRE の話をするんだというふうに思われている方もいらっしゃると思うんですが、これは避けて通れない話かなと思っています。SRE の文脈を押さえていることがベストプラクティスにつながるというふうに私は思っています。ではその SRE って何でしょうという話なんですが、これはサイトリライアビリティエンジニアリング、あるいはエンジニアの略ですね。で、サイトの信頼性を確保して安定したサービスの提供を行うのが目的のロールです。これまでの例えば運用担当ですとかインフラ担当っていうのとまた少しちょっと形式が違いまして、で、決定的に違うのはこの SRE は攻めの運用を行うところですね。で、これ具体的にどういうことかと言いますと、まずこれはその SRE という概念を最初に提唱した、Google の、定義なんですけれども、つまり SR の仕事は、ソフトウェアであると、コードを書くことですとはっきり言ってます。で、人の手で運用するのではなくて、自動化された仕組みで実現する。で、そしてそれを躊躇しないという攻めの姿勢が謳われています。もうちょっと具体的にお話をすると、この運用の仕事、手作業というのは仕事の半分ですと。チケットやオンコールなどは運用の半分で、残りの半分はコードを書くことだと。で、そのコードも運用作業を減らすためのものを書きなさいというふうな形になっています。これは観念とか、心構えではなくて、もう明確に工数のレベルで、きっちり分けてくださいというふうなことを Google は求めています。これはですね、とても現代的でモダンな考え方だなと思っています。で、コードを書く人が運用をすると。運用する人がコードを書くと。で、AWS の CTO もこれ2006年のインタビュー記事になるんですけれども、このような世の中にどんどん近づいてきているんだというふうに感じます。さてSRE というのは DevOps が前提にあるわけなんですけれども、この DevOps の文化としてよく挙げられるのがこの CALMS と言われるもの、CALMS ですね。で、この中にメジャーメント、つまりは監視、測定という言葉がちゃんと入ってますね。で、SRE という仕事をDevOps を進めるためには、まずこのメジャーメントが必要だと、欠かせないものだというふうなことが、こちらの方に書かれています。つまりですね、SRE がサイトの信頼性を維持するためには、何が起こっているかを監視しなきゃいけないと。現代のシステムをうまく回すために生まれたのが SRE ですので、監視についてもこの SRE の文脈に沿って考えることが大切だなというふうに思います。では、その監視の話をしましょう。
なのでそもそも監視とは何でしょうかというのを一回ちょっとまとめます。システムを計測します。そして、異常を検知します。で、検知されたら対処します。で、この3つの流れが監視と言われるものかなと思います。そしてこの監視なんですけれども、1年半前のことを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。入門監視という本が出版されてですね、すごい一大ブームになったかと思います。少なくとも私の観測範囲の中ではすごくあちこちでこう引用されたりとかした、本ですね。で、私も早速これ出版と同時にほぼ買いまして読んだんですけれども、すごくいいことばっかりが書いてある本なんですけれども、最初どうしてもこう違和感があったんですね。それなんか僕が知ってる監視ってこんなんだったかなっていう風な感じで考えました。で、その違和感についていろいろ考えたんですけれども、こういうことかなという風な形でやっとこう考えがまとまったので、ちょっとこれをご紹介したいと思います。それが恒例です。あなたの監視は S ですか、それとも M ですかっていうところですね。ちょっとご説明しますね。先ほどのスライド前もう一回出しますけれども、監視とはこの計測をして検知をして対処をすること、このセットだというふうなお話をしました。ただですね、この中で検知や対処に重きを置くこと、つまり問題が起こらないことを重視すること、そういう監視があると思います。これをですね、私はこれ S な監視と表現した方がいいんじゃないかというふうに思ってます。これは S はこのサーベイランスの略ですね。頭文字です。一方でですね、この計測の部分、検知や対処はもちろんするんですけれども、とにかくシステムの、計測を行うこと、こちらに重点を置くケースを M な監視、モニタリングな監視というふうに分けて考えると分かりやすいんじゃないかなと思いました。もちろんこんなこと言ってるのは今のところ僕だけですので、ちょっとそういった考え方もあるのかなというふうに捉えていただければありがたいんですけれども、このそもそもの辞書的な意味をちょっとこう引いてみたんですが、監視の英語訳ってたくさん実はあるんですね。で、逆方向に英語から考えると、モニターですとかサーベイランス、オブザーブ、スーパーバイズ、これ全部日本語にすると監視というふうに訳されてしまうんです。で、逆に一方でですね、日本語の監視という意味には、このサーベイランスの意味が非常に強く出てるんじゃないかなと思います。例えば監視カメラですとか、監視社会みたいな感じですね。これらは英語にすると、ビデオサーベイランスだったりですとか、サーベイランスソサイエティだったりですとか、監視を重点しているところです。逆に PC モニターのことをですね、モニターとついてるからって言って監視装置とは訳さないわけですよね。ですので、この監視という言葉にもやっぱりいろんなニュアンスがあって、日本語の監視という言葉に出てくるのは、非常にサーベイランス的なニュアンスの方が強いんじゃないかなというふうに感じてます。で、トラディショナルな、従来からの監視でいくと、あんまり実は違和感がなかったと思ってます。例えば、ナギオスですとか、拡体っていうものをまた使われているところっていうのも非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、ナギオスはチェック監視ですね。何か異常があることを見つけるための監視です。そして、リソース監視ですとか、グラフにして、推移を見るようなものは、拡体という別のツールを使ってました。こういったところで言うと、ナギオスは監視システムなんだからこうだよねっていうのは非常にしっくりきたと思うんですけれども、今となってこの監視と過観測性の話まで来ると非常に違いが出てくると思っていて、今改めてこれを考えているというところです。で、この S な監視はもちろん必要です。歴史的にもちゃんと使われてきたものですし、ちゃんと作ればちゃんとできるという時には非常に有効だと思いますね。例えば命がかかっているようなものですとか、事故が起こっちゃいけないところは本当にしっかり監視する必要があります。で、検知する必要があります。対処する必要があります。で、本来日本語で、カタカナでサーベイランスと書かれるような場面っていうのは、例えば、検疫とかですね、あと収容所の監視とかでもそうですね。そういったものは単純化によって判断や対処を迅速化する必要があります。命に関わるものというのはもうそれが最優先ですからね。で、一方で今のじゃあソフトウェアの、いわゆる IT と言われている世界ではこのちゃんと作るというのが非常に難しくなってきていると感じてます。そもそもバグのないソフトウェアっていうのはもう作るのが不可能という認識が広まってます。なのでこの分野にサーベイランスな監視を求めてもうまくいかないんじゃないかなと思ってます。で、海外ではモニターという言葉がどう使われているかを調べたところ、このように書いてますね。単に計測するだけではなくて、その経過を観察し、その先に必要な変更が加えられるようにしておく。で、そのために、見たり、チェックしたりする。そういった意味になります。つまりこのモニタリングというのは、計測結果が、対処とワンセットになっているというのはもう当然の話ですね。なので、まず世に出してから修正するという形に、そういうふうな形で運用している場合には、こっちの概念の方が非常にしっくりくると
いうふうなものだと思います。例えば有名な話でマーク・ザッカーバーグみたいな人がDone is better than perfect みたいなことを言ってるわけです。完璧である前にまずは動かしてみようということですね。で、これがちゃんと動いているためことを把握するためにはモニタリングというのは当然必要になってくるわけです。ですごく古典的な話で言うと、この推測するな計測せよという言葉が非常に有名なものであると思いますけれども、ここで言われているのはやっぱりスピードハック、要はパフォーマンスチューニングですね。そういったものですとか、システムの改善を行う前にまずは計測しなさいっていうのをロブパイクは言っているということになります。で、実はこの話はですね、入門監視にも書いてあります。入門監視では、この形で、監視は質問を投げかけるためにあるんだと。アラートは結果の一つでしかないんだという形を、しっかりと謳っているわけです。なので、ここが、しっかり読み取れていれば、入門監視という本は非常に分かりやすい本だと思います。そして現代がですね、そもそもプラクティカルモニタリングなんですね。なので、この本については、モニタリングについて書かれている本だというふうに捉えると、良いのではないかなと思います。つまり今時の監視をこうやってまとめますと、アラートのためではなくて、良い運用を行うための情報収集をすることが監視であるというふうに捉えられると思います。つまりパフォーマンスチューニングですとかトラブルシューティング、そういった目的のために監視を行いましょうというのが今時の動きだと思います。ここまでのまとめですね。意識をまず変えましょうと。今 SRE が必要としているのはモニタリングの方です。そういった監視のことを求められているという形になっています。ではですね、可観測性という話に行きます。キーワードは343ですね。ウィキペディアによるとですね、最も攻撃的な布陣というふうな形で出てきますね。私はあんまりサッカーのこと詳しくないんですけれども、関係があるかどうかちょっとこの後お話をいたします。一回ちょっとおさらしをしますが、SRE の目的は信頼性の向上でした。じゃあこの信頼性とは一体何でしょうかという話をします。去年のリーインベントでですね、AWS のこういうセッションがあったんですけれども、ここで可観測性と信頼性の話をありました。で、サイトの信頼性を測る上で、このように SLI や SLO を定めると良いよという話がありまして、この図ちょっと拡大しますと、まずフェイラーモード、故障モードを決めましょうということですね。この故障モードという言葉は、製品品質の面で ISO ですとか、JIS とかで使われている言葉でもあるんですけども、まずそのシステムがどうなったら故障か、そういったものをまず定義しましょうと。で、この、故障モードをどうやったら測定できるかというところで SLI を定めて、でそれがどういう時に正常なのか、どうなったら異常なのかっていうものを SLO で定義する。そんな話をしています。SLI はサービスレベルアイデンティファイアですね。SLO はサービスレベルオブジェクティブという形で、SLA というのはよく聞くと思うんですけども、SLA というのは顧客との取り決めの話ですので、SLI や SLO とは厳密に合わせる必要はないんですね。で、故障だとしても、じゃあ SLA 上はどうしましょうか、どう見せましょうかっていう形になります。つまりですね、まずこの異常、信頼性が損なわれた状態というのをまず定義します。で、この SLI はその定めた異常を、測る上でキーとなる指標を決めます。で、SLO はその SLI に対してどうであるかを判断して、それを定義したものというふうに言いますね。つまり、正常な判断、SRE が正常な判断をするためには、SLI や SLO につながる監視を行うべきでしょうという形になると思います。つまり、何でもかんでも見る必要はないですね。SLI や SLO に直接関係あるものを仕掛けて、監視を仕掛ければよいという形になります。で、この話はですね、その2でも出てくるんですけども、簡単に言いますと、例えば、オートスケーリングの環境を思い浮かべてもらうと分かると思うんですけれども、個々の CPU 利用率に 95% 以上でアラートが仕掛けても全く意味がないんですね。オートスケーリングのためのトリガーには有効かもしれませんが、通知をすべき結果としてサイトのパフォーマンスに影響があったかどうかを見る方が良いかなと思ってます。つまり各リソースを個々に見ていくのではなくて、サイト全体として監視を行いましょうという話です。で、何か異常があったときに調査したり、あるいは新たな SLI を設定するための材料としていろいろなデータを収集していくと良いかなと思います。で、そのための着目点、ちょっと長くなりましたが、この343というところを意識していくと良いと思います。
でこれはベストプラクティスとしてあるわけなんですけれども、この分野はですね、非常にいろんな話がありまして、レッドメソッドですとかユーズメソッドですとかいろいろあるんですけども、まずはちょっとこの3つをご紹介したいと思います。まず3ですけども、この3 Pillars of Observability というところで、可観測性の3本柱と言われるものですね。どのような形式のデータを収集すればよいか。単純な数値や計算に可視化しやすいというので言われてますけれども、そのためにメトリックを取りますが、一方でこの数値自体にはこの数値、背景といいましょうかね、例えば単位ですとか、そういったコンテキストがちょっと足りなくなってしまいます。そこでログという、コンテキストを豊富に含んだログがデータがありまして、でこれも、十分に活かしましょうというのが、この可観測性の中で謳われています。でこのコンテキストが得られるということは、そこにあるトランザクション ID なのでですね、いろいろな分散したシステムがどう協調して動いているかというのも分かるわけですから、でその全体の挙動を見るためにトレーシングということをしましょうというのがこちらに書かれています。特に最近のこのマイクロサービスではこのトレーシングというのが重要になってくると思います。続いてこの4ゴールデンシグナルズですね。こちらは聞いたことのある方も多いのかなと思うんですけれども、レイテンシー、トラフィック、エラー、それからサチュエーションですね。でこのシステムの異常というのはこの4つのシグナルのどれかに現れるでしょうという考え方で、それぞれについて、重点的に監視測定すればいいかというのを表現したものです。それからそれをですね具体的に3つに分類したものがこちらですね。これはニューエリックが出している、ブログ記事になるんですけれども、これどう捉えてどういう観点で評価するかということで、まずはファンクショナリー機能が正常かというか誤った内容を表示していないかですとか、それからそもそも使えているのかっていう意味でのアベイラビリティ、それから使えてはいるけれども遅くなってないかっていうところのスピード、この3つの項目を押さえていくと良いでしょうということが語られています。これらをですねちょっと雑に関連付けてみました。例えばエラーなんていうものはイベントログの方に主に書かれているものでしょう。で、数値はこのトラフィック量ですとか、サチュエーションですとか、こういったものを出集するのにいいでしょうと。そしてこのアベイラビリティとスピードですけれども、これ互いに非常に関連付けが強いかなと思っていて、帰ってくるのが遅ければタイムアウトして使えなかったことになるんですよね。なので、スピードが非常に遅い状態の究極の形として、可用性があるのかなというふうに捉えると、こういう形で紐付けをすることが可能です。サチュエーションについてもこれ単体で見ても実はあんまり意味がなくて、このサチュエーションに達してなければ使えているんですが、サチュエーションの敷地を超えた時点途端に何かどこかに影響が出ると、エラーだったりレイテンシーだったりに悪影響が出るという形で相互に補完するような意味合いがあります。でこの一番最初に想定したこのフェイラーモードですね。でこれはどの SLI をどういった形で捉えてどう SLO に定義するのかっていった時に、こういったところから考えていくと分かりやすいのではないかなというふうに思っています。さて SRE の的な観点として発生しないこちらの話もちょっとしておきたいと思います。まずエラーバジェットですけれども、 SLI 以内だったら止まってもいいっていうふうな感じですね。で実際は止まってしまうかもしれないような回収もどんどんやりましょうと、それのための、SLO ですというふうな捉え方です。完全に止まらないシステムなんてありませんので、そういう、ある種の開き直りを使って、それをポジティブに生かそうとしているものです。でこれを実現するためにはどのくらい止まったかっていうものを、正確に把握する必要がありますので、これはお客さんから指摘されてですね、止まってましたよって言われたらもう最悪な話ですので、しっかり監視しましょうという話につながってきます。しっかり監視することでエラーバジェットに余裕ができるというふうに捉えていただけるというのかなと思います。続いてですね、MTTR にもついても、これはもう絶対気にした方が良い、気にしましょうという話です。で、昔から MTTR というと、ミンタイムトゥリペア、復旧までの最小平均時間と言われたんですけども、最近ですね、たまにミンタイムトゥレゾリューション、解決までの最小平均時間みたいな言われ方も、目にするようになりました。これはですね、例えばです、SLO が 99.9% でした。これは毎月30分とか40分止まってもいいのっていうところですね。で、1回の停車、例えば5分以内ですとか、1回の時間に対しての、MTTR を考えた上で SLO を設定する必要がありまして、これは例えば、日単位ですとか、月単位でも、時間単位でも、SLO を設定しておくと、解決できるのか問題なのかなというふうに思ってます。多重に設定するというのもいい話ですよね。
さて、可観測性の話をちょっとここで、改めてやりたいと思うんですけれども、これは講義の可視化で、その可視化をする性能の話ですね。可観測性とついていますように、これはアベイラビリティですとか、キャパビリティ、スケーラビリティと同じように、そのシステムが備えている性能の話です。で、先ほど、この図をちょっと紹介しましたけれども、じゃあですね、このスピード、アベイラビリティ、ここに注目して、可観測性のことを考えていきたいと思います。つまるところやっぱり速いは正義というふうに言えてしまいますね。使えないっていうのは、ユーザーから見たら無限に遅いというふうな表現もできます。つまりタイムアウトですね。から応答時間と離脱率には非常な相関があるという研究結果も、あちこちで言われているものだと思います。例えば応答時間が、1秒下がったので売上が何パーセント下がりますみたいな、そのような、相関が非常に言われてますので、システムのレスポンスタイムというのは、非常に重要な指標になってます。でですね、一方でこの監視エージェント入れましたら性能が下がりましたっていう話も実はよく聞くんですけれども、これについてはちょっと後からお話をしたいと思ってますが、スピードについてはそういったような話も付きまとうということはちょっと押さえておくといいと思います。ではですね、このログの話もちょっとしておきたいと思うんですけれども、そもそもログとは何でしょうと言われますと、昔からのイメージで言えば、とりあえずダラダラ出力されているものだったりですとか、バーログに出力されているものですとか、こんなイメージがあるかなと思うんですが、可観測性を語る上では、コンテキスト豊かな監視データというふうに捉えます。イベントログという形で表現されてたと思うんですが、ログもその一種ですね。という形で、従来の流れでですね、このテキストファイルに1行と長く表現されているような、そういったイメージもありますけれども、最近はこの JSON のように正規化されたログというのも当然あります。スタックトレースですとかは昔からそうだったかなと思いますが、じゃあこのどのような形式であっても、このログにはですね、なぜこのログが出たのかですとか、そういった必要なメタ情報が非常に豊富に含まれております。で一方でメトリックといえば、数値のみのデータであったわけなんですが、最近はこれを数値単位ですとかですね、メトリック内にもタイムスタンプですとかメタデータを付与するような動きも出てきてます。なので厳密に言うとちょっと境界がどんどん薄くなってきているんですけれども、コンテキストを落とすのは簡単です。後からでもいくらでも落とせますので、何の情報が必要で、どう加工するつもりかということを念頭に、データというのも収集していくといいと思います。そのためにログというのは非常にコンテキストが豊かですので、重視すべきかなと思ってます。で、このログですけれども、従来から基本的には大きく変わってないのかなと思うんですが、まずはこのログからキーワードを拾うような話ですね。で、もちろんこのキーワードだけじゃなくて、いろんなここから数値を呼び出したりとか、そういった使い方もするわけです。それからこのイベント発生時にどんなログが出ていたかを掘り起こせるようにあらかじめ収集しておくというふうなことで、ありますので、この2つの活用の仕方が考えられます。で、一方で、先ほど言いましたトレースログなんていうものはですね、これもログの一種ではあるんですけれども、その分散トレースのための情報源として扱っていくと、区別して考えると良いかなと思います。具体的にはこういうような感じですね。ツールに溜め込んで可視化をしたりですとか、保存したりですとか、または重要度別に通知アラートを投げたりですとか、そこについてお話ししたいと思いますが、まずログの可視化についてです。コンテキストが非常に多いということは、パッと見てよくわからないという形につながるかと思います。で、有望で有効な情報が生まれているかもしれないんですけれども、これがよくわからないので、そのまま埋もれてしまうと非常にもったいない話ですね。で、可視化や有益なデータを掘り起こすためには、分析ツールに保存するのがいいかなと思います。でこの話はその2でちょっと詳しくお話しします。で続いてですね、この保存するときですけれども、この戦略を持ってやるのがいいかなと思います。大きくこの3段階で考えるといいんじゃないかなと思います。で一つは何かあった時のためなのかってことですね。それから今を知るためっていうこともあります。でその中間として、傾向を見たいんだというふうなこともあると思うので、これはログに限らずメトリックもそうですけれども、こういう形で、分けて段階を踏んで、集計していくと、非常に有効に使えると思います。このログのですね、重要度っていうのも、あると思いまして、でこれについては、このブログの方にですね、非常に、分かりやすい記事がありましたので、ちょっとこれをご紹介しておきます。この辺りまたその2でも紹介いたします。
さて、ここまで監視をしましょうという話をしてきました。それではその監視ですね、どの段階から始めればいいかということをちょっとお話ししたいと思います。まず監視とはっていうことなんですけれども、先ほどもありましたけど、いろいろ計測して検知して対処するという話もしましたが、また別の見方をするとちょっと古典になりますけれども、監視とは継続的なテストであるという言い方もあると思います。これ有名な言葉ですので聞いたこともある方いらっしゃるかなと思います。で、入門監視にも監視とはあるシステムやそのシステムのコンポーネントの振り回りや出力を観察しチェックし続ける行為であるというふうな形で書かれています。それからですね、もう一つ面白いデータを見つけたのでご紹介するんですけれども、GitLab が先日プレスリリースを出したんですが、世界中のディベロッパーの 42% 以上が開発ライフサイクルにおけるテストのタイミングが遅すぎるというふうな回答をしています。つまりですね、取れる時から取っておくのが一番良いというふうに私はここで、ご紹介したいと思います。監視は早い段階から始めて、それはもちろん開発段階の初期から始めましょうというふうな形で、お伝えしたいと思います。でもちろんアラートとかですね、そういった検知の部分はそれが必要になってから設定すればいいんです。モニタリングという意味で言えば、この計測できる状態を先に作り上げるというふうな形で、運用し設計していくと良いと思います。例えばこの Well Architected フレームワークですね、AWS が出しているものですけれども、こちらにも、設計段階で、適切な情報が取得できるようにしましょうというふうなことが書かれていますので、ぜひこれを設計に取り入れるようにしていただけるといいと思います。で、改めてちょっとご紹介です。じゃあその監視やるのはいいんだけども、それで遅くなっちゃ意味がないじゃんっていうふうな話あると思うんですけれども、これはですね、私は逆だなと思ってます。そもそもは、監視できる状態、可観測性を備えた状態の方がベースであって、それがない状態ってただの追い風参考記録ですよねということですね。気持ちは理解はできるんですけれども、スピードメーターのない車とかありえないですし、ガソリン系のない車なんてもちろんありえないですよね。なので、エージェントが入った状態で SLI、SLO を適切に満たす性能を追求するということが正しい道かなと思います。本日のまとめに入ります。SRE というのは監視とは切っても切れない間柄です。でそのためには SLI や SLO を計測しましょうと。で計測は最初からやるのが一番いいですねという話をしました。でですね、こうやってデータ大量にどんどん収集していくわけなんですけども、これどうなるでしょうか。溢れますよね。でその話はその2でしていきたいと思います。